き寄せはもっとシンプルに考えた方がうまくいくと思います。はい、皆様こんにちは。大福まめこです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はチャンネル登録者4万人達成記念引き寄せの法則 Q&A の最終回ということで、皆様からいただいたご質問の中でこれはしっかり時間をとってお話しした方がいいなと思ったある一つのご質問についてお答えしてみたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。いいねやチャンネル登録、コメントで応援していただけるととっても励みになります。 SNS でもいろいろ発信していますのでフォローをよろしくお願いいたします。はい、では引き寄せの法則 Q&A も今回が3回目、最終回となります。ある方からいただいたご質問が一見簡単そうなんですけど、とっても深いご質問だったんですね。で、これはきっと皆さんも知りたいだろうなと思ったので一つの動画にしてみました。さあ、それはどなたのご質問でしょうか。 Q&A のラスト、早速いってみましょう。 YA さんからのご質問です。望む未来を引き寄せるために一番必要なことは何ですか？このご質問をね、最初見た時これ究極の質問なんじゃないって思ったんですよ。そんな一言で簡単に言えるんだったら、こんなにたくさんの引き寄せの研究とか情報いらなくないって感じでね、いやーこれは困ったぞって思ったの、最初はね。でも今回のご質問よく見てみると、一番必要なことは何かということですよね。一番ということはたった一つっていうことじゃなくって、優先度が一番高いものを選べばいいっていうことなんだなって気づいたんです。なので私なりの答えを出してみることにしました。はい、では結論から言いましょう。望む未来を引き寄せるために一番必要なことは何か。その答えは波動です。それも愛の波動が一番必要なものだと思います。願望実現にはいろいろな方法があると思うんですけど、今回は引き寄せの法則が大前提としてあるので、引き寄せの原理原則を考慮した上で一番必要なことということでこの答えにたどり着きました。これはあくまでも私がね、これまでたくさんの本を読んだり、また自分の体験の中から学んできて、私なりに考えて出した答えです。以前のね、引き寄せ波動を持つ人が大切にしているたった一つのことという動画で、引き寄せってやっぱり愛なんだっていうサムネを出しましたよね。私的にはやっぱりこれに尽きると思います。引き寄せの法則は波動の法則ですので、やっぱり波動が基本だと思います。じゃあどんな波動が引き寄せ効果が高いのかというと、高くて強くて軽い波動、さらに具体的に言うと無条件の愛と魂の光が作り出す最高で最強の波動だと思います。私が思うイメージは太陽のように暖かくって周りも大きく照らすような明るくて眩しい光、きめ細やかで滑らかなさざ波の表面、またはシルクの肌触り、クリアですごく澄んだ美しい鈴の音みたいな感じでしょうか。どうですか？五感を使うとイメージがリアルに鮮やかになりますよね。無条件の愛の波動は宇宙や神と同じ最も美しく尊い最高レベルの波動です。だからこそ波動共鳴によって宇宙や神とつながることができます。そして本当の自分に目覚めることができ、望む未来を引き寄せることができるということです。以前の動画でもご紹介したエイブラハムの感情の22段階を例にしてみましょう。詳しくはまた過去動画をご覧ください。エイブラハムというのは宇宙意識の集合体と言われていて、エスター・ヒックスという女性とのチャネリングによって引き寄せの法則についてのメッセージを届けています。感情によって波動の周波数が決まるんですけど、それぞれの感情によって宇宙の源とのつながりレベルが違ってきます。それを分かりやすく表にしたものが感情の22段階、感情のスケールと呼ばれています。上に行くほど宇宙とのつながりレベルが高いということになります。この22段階のうち7以上を波動が高い状態と定義しています。ただエイブラハムの書籍の中でも万人にとって正しいわけではないと書いてありますので、あくまで目安なんですけどね。ではこの上位の感情を見てみましょう。一番高いスケール1は喜び、気づき、力があるという感覚、自由、愛、感謝
ですね。1だけでもこれだけたくさんあるんです。そして2が情熱、3が熱意、意欲、幸福となっています。私がね、普段皆さんに動画でお伝えしていることがたくさん入っていますよね。だから最初ご質問いただいた時にね、一つを選ばなきゃいけないんじゃないかって思ったので、どうしようかなって迷ったんです。でもね、その時ふっと私の頭の中に愛という言葉が降りてきたんです。そうだ、前にもね、引き寄せってやっぱり愛なんだっていう動画作ったんだっけって思い出したんですよ。その動画では自分を愛することについてお話ししました。そしてスケールの上位にある自由、喜び、感謝、希望、熱意、幸福といったどの感情を感じる時も、そのベースとなっているものは共通して愛のエネルギーなんだなって気づいたんです。損得感情とかね、見栄とかプライドとかから生まれる条件付きの愛ではなくって、ただただ本音でね、好きなことを好きだって言える素直な気持ち、自分から与えることを惜しまない無条件の愛には、純度の高いポジティブで明るいエネルギーがあります。引き寄せの法則は波動の法則ですから、望む未来の引き寄せに一番必要なものは愛の波動であるというのが私のアンサーです。ですが、じゃあこれだけで引き寄せができるかというと、そういうわけではないんです。一番必要なものは愛の波動なんですけど、他にも必要なものがあります。それは意識と行動です。意識、波動、行動、これらが3拍子揃って引き寄せが起こります。まずは意識。どんな意識を持つかというのは、どの周波数にチャンネルを合わせるのかということです。ラジオみたいなものですね。願いを宇宙に放つと、叶った未来が宇宙にポコッと生まれます。願いが叶った未来というのは、願った時点で量子と言われる意識や記憶の小さな粒としてすでに存在しています。引き寄せの法則は波動の法則であり、量子力学といった物理法則ですから、望む未来を引き寄せたいのであれば、望む未来にチャンネルを合わせる、つまり意識を向けるということが必要になります。意外と叶って欲しくない方を心配しすぎて、そちらに意識が向いちゃってる方が多いんですけど、願いは正しくオーダーしてください。次は波動です。どんな感情を持って、どんな波動でいて、どんな周波数を宇宙に放っているか、ポジティブかネガティブか、愛か恐れか、今の波動によって未来に引き寄せられるものが違ってきます。叶わなかったらどうしようっていうね、不安や恐れでいっぱいだと、つい願いに執着してしまって波動が下がりますよね。そしてこうなりたくないって思う方に意識を向けてしまうと、望むものと矛盾した抵抗の波動を作ってしまいます。叶ったらもう忘れてって私ね、いつも言ってますけど、一度願いを設定したら叶った未来がすでに存在するので安心してください。どうせ叶うから大丈夫ってね、いつも私が言っている理由がこれです。はい、そしてラストは行動。これが一番の難所かもしれませんね。リンゴの木のないところで、ただ口を開けてね、上を見上げていてもリンゴは落ちてきません。この世界は物理法則が働いていて、引き寄せの法則自体は魔法ではないので、願いを叶えるためには必要な場所で必要な行動をしないといけません。どんなところでどんな言葉を発して、どんな振る舞いをし、起こることにどんな反応をしているか、日々どんな決断をして何を習慣にしているか、自分の日々の行動を振り返ってみましょう。意図して波動を整えて行動して初めてエネルギーが動きます。未来にある願いの粒たちが意図して行動することによって初めて動き出します。なので、願いに沿った行動を継続できているか、不要なこだわりや執着を手放しているか、臨機応変にチャンスをつかんで変化に対応できているか、時々チェックしながら前へ進みましょう。意識、波動、行動、これらが三位一体となって未来へと時間軸を進めていって、願いが叶った未来の自分の波動と今のあなたの波動がシンクロした時、望む未来が引き寄せられます。ですから、未来にこうなりたいというイメージがあるなら、今の感情をコントロールして、波動を整えてね、具体的な行動をすることが必要になります。望む未来を引き寄せるために一番必要なことは愛の波動なんですけど、他にも必要なことはあるよということですね。例えば医師、お医者さんになりたいんだったら医師免許が必要ですよね。
愛の波動だけで必要な勉強もせず、知識もないままただ宇宙に願っているだけではなれません。でもね、これと似たようなことしかしてないのに引き寄せができないって言ってる人結構いるんじゃないかなと思います。ただ波動を上げるだけでね、簡単に誰でも自分の願いをピンポイントで引き寄せられるっていうことはないんです。また自分の無意識の領域のね、潜在意識の影響があったり、失敗するのが怖いっていう不安とか恐れ、こういったメンタルブロックもありますよね。だからこそ引き寄せが難しいって感じてしまうんだと思います。ブロックがあっても引き寄せはできますよっていう動画もあるので、またよかったらご覧ください。ここまで説明してくるとね、なんか難しそうに感じるかもしれないんですけど、引き寄せは意識の上ではもっとシンプルに考えた方がうまくいくと思います。愛の波動が一番いい波動なんだっていうことは覚えておいて、少しでも近づけるように日頃から意識と波動と行動、この3つをちゃんと整えていく。もうこれだけでいいと思います。あと間違えやすいポイントなんですけど、引き寄せの法則って今ないものを引き寄せられると思いがちですよね。今お金がないからお金が欲しいとかね、これ実はよくある間違いなんです。引き寄せの法則は今あるものしか引き寄せられません。99% の人が最初は間違えると言ってもいいかもしれません。引き寄せの法則というのは波動の法則で、同じ波動のもの同士が引き寄せ合います。ということは、今お金がないと思ってドヨーンとしたね、低い波動でいると、またお金がないってね、ドヨーンとした気持ちを味わうような現実を引き寄せてしまいます。じゃあお金がないのに現実を無視してお金があると思えばいいのかというと、お金が今全然ないのにお金が山ほどあるって心底信じられますか？その事実と異なることを自分に完全に信じ込ませることができるでしょうか？妄想がね、そもそも得意で、まさにその波動にね、楽しんでなりきれる人ならうまくいくと思うんですけど、現実とのギャップにね、虚しさを感じてしまって逆効果になっちゃう人が多いんじゃないかなと思います。ですから私は今の生活の中でお金があるって思えること、小さなことでも感謝できることを探そうねってお話ししています。今月もね、家賃が払えただけでありがたいなとか、今日も家族でご飯が食べられて幸せだなとかね、たとえほんのささやかなことだとしても、嘘やごまかしではない本物の愛と感謝の波動になれるからです。本物って小さくてもめっちゃパワーが強いんです。宝石に例えると分かりますよね。宝石にも波動はありますからね。どれだけお金があっても、恋人がいても、一軒家にね住んでいても、親も子供も健在でも、いっつも不満ばっかり言っている人っているじゃないですか。そういう人、どんなに恵まれている環境でも、自分に今ないものにばかり目を向けて、幸せが目の前に転がっていても見つけられないんです。幸せってどんな境遇にいても、どんな環境の中でも自分で見つけられるし、作り出せるものなんです。ですから幸せ探しが上手な人は幸せ作りの名人にもなれるんです。今が幸せなら未来も幸せということです。つまり願った未来を引き寄せられる人というのは、叶った未来と同じ愛のエネルギーを今ここで感じられる人ということになります。おそらく皆さんが叶えたい未来は不幸ではないはずですよね。楽しくって幸せで豊かで、エネルギーがみなぎっていて充実していて、で自分がね自信を持って輝いていますよね。そこには愛の波動と温かくてキラキラと輝く魂の光が満ち溢れていると思います。願った未来を引き寄せるには、叶った未来と同じ愛の波動になることが今ここから必要なんです。では最後に引き寄せの法則で願いが叶うまでのプロセスをまとめておきます。願いに意識を向け、叶える覚悟を決める。ノートに書くのもおすすめですね。叶った時の感情を先取りして味わう。未来の自分になりきる行動や予祝もおすすめです。願いを設定したら忘れる。願いへの執着を手放して目の前のことに集中しましょう。日々感情をコントロールして波動を整える。下がったら戻すを意識しましょう。願いを叶えるために必要な行動を続ける。叶うまでにはタイムラグがあります。焦って簡単に諦めないように、失敗は学びにし、課題を修正しながら前に進む。焦らず腐らず継続しましょう。チャンスが来たら直感を信じて行動する。
願いと多少違っていたり、寄り道や回り道のように感じられることでも面白そうだなと思ったら乗ってみる。意外とそれが近道になったり、願った以上に叶うこともあります。風の時代からは特にスピードアップします。差し出されたギフトは遠慮なく受け取る。願いとちょっと違うことでも受け取っていくことが大切です。すべてがパズルのピースだったと気づくことでしょう。これらをすべて我慢していやいややるんじゃなくって、楽しんで続けてみましょう。日々いい気分でね、波動を整えつつ、愛のエネルギーを使って楽しみながら無我夢中でね、目の前のことに取り組んでみましょう。自分を信じて、見えない力も信じて、願いが叶った未来はすでにあると信じてください。すべては自分次第です。あなたは愛であり、宇宙であり、神であり、そしてすべてです。あなたは創造主であり、主人公なのです。望む未来はあなたがすでに想像しています。あとはしっかりとその手で引き寄せてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。チャンネル登録者4万人達成記念企画の第2弾ということで、引き寄せの法則 Q&A、3 回にわたってお届けしましたが、今回が最終回となりました。この台本を書いてる途中にね、私急に至福の感覚にうわーって包まれて、もう胸がいっぱいになって涙が止まらなくなっちゃったんですよ。まさにこれが愛の波動なんだなって実感しました。宇宙とつながって皆さんへの大切な言葉を下ろさせていただいてるんだなって感じられました。で、今回の Q&A 企画でもう一度ね、私自身も引き寄せの法則のおさらいができましたし、皆さんが日頃ね、どんなことで悩んだり迷ったりしているのかが分かって、とっても勉強になりました。ご質問をお寄せくださった皆様、また日頃から見てくださっている皆様、本当にありがとうございました。またこれからも皆さんにとって有益な情報、心の支えになるような、またパワーが湧いてくるようないいお話をしていきたいと思っています。引き続き応援よろしくお願いいたします。今回のお話が良かったと思われた方はグッドボタンとチャンネル登録、そして通知のベルボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回もお楽しみに。皆さんありがとうございました。